こんにちは、アッキースーさんです。杉の枝打ち作業は一段落しています。また枝打ち作業に入る前にどんどん練習を積み重ねたいと思います。山の持ち主から許可をいただいたので、練習がてらこのもみの木の枝打ちをしていこうと思います。3年前にはしごで届く範囲の下枝は切りました。目標は上4分の1を残すぐらいまで全ての枝を切り落とすことです。ですが、いろいろ試したいこともあり、かなり時間がかかると思うので、今日1日で最後まで行くとは考えずに自分のペースで切っていきます。もみの木の枝の伸び方は杉とは比較になりません。一本一本の枝はかなり長い状態です。枝と枝の間隔も狭く、かなりの枝の量になります。チェーンソーの燃料もおそらく持たないと思います。せめて下の方の太い枝だけでも切り落としたいところです。風が強くなってきました。引っかかっていた枝も風にあおられて落ちていきます。三脚も風に負けてカメラが倒れてしまいました。全く気づかずに4、50分ずっと作業を続けていました。どのぐらい時間がかかってもまだこれだけしか進んでいません。前回の杉の大木を登った時に比べてなんか今日は怖さを感じています。練習だとどうも我に返ったままで気合が入りにくいようです。これ以上上に登る気がなくなってしまいました。もう降りて今日は終わりにします。
真ん中の太いもみの木に登る前に、脇の小さい2本のもみの木に登って考えていたことを試そうと思います。胴綱の掛け替えをしながら先に上まで登ってしまうことを試してみました。枝が足にかかるようになると一気に安心感を増したんですが、結局登りきるまでにすごい時間がかかってしまい、あまり効率的ではないなっていうふうに感じました。それでも上からぶら下がっている安心感は全く桁違いです。上まで登っていくときに胴綱の金具が互いに干渉し合って、それでかなり時間を食ってしまいました。フルジックコードなどを使って自作すると、もしかしたらかなり効果的かもしれませんが、そのためにはランヤードを買い足さなきゃいけないので、ちょっとしばらく先のことになります。
までバッテリーが持ちませんでした。1本はどうにか終わることができましたが、もう1本はまるまる手をかけられませんでした。昨日に引き続きもう1本の方に手をかけていきます。忘れ物をしてしまいました。仕方ありません。一回降ります。気を取り直してまた登っていきます。胴綱は1本にして命綱で支えているところでかけ直しをするというやり方でやってみます。この方法でも枝がある状態で登っていけることは確かめられましたが、やはり効率的ではありません。本番ではちょっと使いづらいですね。やはり時間がかかりすぎたせいかバッテリーが持ちませんでした。動画はここまでになります。2本目はなんとか頑張ってほぼ上まで登りました。時間が取れる時にはできるだけ木登りをしてどんどん慣れていこうと思います。できることならこの並びの杉もすべて枝打ちしたいです。最後までご視聴ありがとうございました。